キログラム。皆さん、こんにちは。今回はパーキログラムについてです。パーキログラムとは、このように、〇〇、パー、キログラムと書きます。重さの単位1キログラムあたりに含まれる量、〇〇です。このパーの斜めの線は、3分の2のような分数を表す横線と同じと覚えておいてね。さて、このパーキログラムですが、例えば 10g パーキログラムとある場合、1kg あたり 10g という意味です。1kg の1は省略されています。ここに1があると覚えておきましょうね。では、このパーキログラムがタンパク質量を表す場合を考えてみましょう。タンパク質 10g パーキログラムとは、重量 1kg あたりタンパク質が 10g という意味です。薬やサプリメントの量は体重あたりで示されていることが多いために、このキログラムは体重と考えたくなりますが、そうとは限りません。体重 1kg あたりタンパク質が 10g の場合もあれば、食材 1kg あたりタンパク質が 10g の場合もあり、さらに食材から水分を除いた乾物 1kg あたりタンパク質が 10g の場合もあります。この3つの区別はとても大切です。まず、1番目の体重のキログラムあたりのタンパク質量の場合、体重 1kg でタンパク質が 10g なので、体重が 5kg なら、体重の 1kg に5をかけて 5kg、タンパク質の 10g にも5をかけて、体重 5kg の時はタンパク質 50g になります。次に、2番目の食材や食事のキログラムあたりのタンパク質量についてです。例えば、カリカリのドッグフードの場合で考えてみましょう。ドッグフード 1kg あたりタンパク質が 10g なので、ドッグフード 5kg なら、タンパク質は 50g です。ここでは、パーキロドッグフードと書きましたが、与える時点の食事という意味のパーキログラム AF や、水分を含む食事という意味のパーキログラム WM と表す場合もあります。文部科学省の公表している人間の食品成分データ、日本食品標準成分表では、可食部あたりといって食べられる食品部分の重さあたりで表されています。ここで少し人間の食材や食事の栄養素量のデータについての紹介です。どちらも文部科学省が作成しています。パソコンやスマートフォンから日本食品標準成分表2020年版と検索すると、文部科学省が公表している食品の栄養素量のデータが Excel 形式で入手できます。また、食品成分データベースと検索すると、文部科学省が開発したデータベースを探すことができ、このデータベースでは、食品を選んで食品の量を入力すると、栄養素量の計算をすることができます。便利。
話を戻して、最後の3番目の乾物 1kg あたりのタンパク質量も同様に考えます。ここで今度は乾物についてちょっと説明。乾物って聞くと、干し椎茸や昆布を思い出しちゃうけど、ここでの乾物は食材に含まれる水分を全部抜いた食材に含まれる成分の量です。干し椎茸や昆布も保存性を高めるために乾燥させて水分を抜いていますが、水分はゼロではありません。食材やドッグフードのような食べ物には、タンパク質や脂質や糖質のようにエネルギー源となる栄養素のほか、カルシウムのようなミネラル成分や腸内細菌の食事の役割もある食物繊維、そして水分が含まれています。この中の水分を除いた栄養素成分の合計が乾物です。動物の栄養学では、この乾物あたりで栄養素量を表すことがよくあります。つまり、この乾物のキログラムあたりのタンパク質量は、水分以外のタンパク質や脂質などの栄養素すべての 1kg あたりタンパク質が 10g という意味です。乾物 5kg あたりならタンパク質は 50g です。このようにタンパク質量が表されている場合、このパーキログラムが何を表しているのかを確認することは大切です。乾物あたりで示されている栄養素量を体重あたりで誤って計算しないようにしましょう。不健康になっちゃうよ。どちらかわからない場合は必ず確認しましょう。またね。